新カードが来ました。とりわけ今一番注目を集めているのは、僕の観測している範囲だと、ケミテックドレイクとイカサマダイスのコンボなんですけども、まずこのコンボ説明しますと、ケミテックドレイク、効果を2つ持ってます。スペルをプレイ時にカード1枚ドローする効果と、手札がいっぱいの状態でカードを引いたとき、つまり、ハンドが溢れたときですね。溢れた場合、敵のネクサスに1ダメージ。溢れる代わりにではなくて、溢れた際に1ダメージを与える効果ですね。を持ってまして、で、このイカサマダイスですね。次のラウンド中に敵のネクサスにダメージを与えるとき、カード1枚強奪する。これ、強奪ドローです。なので、ケミテックドレイクがいる状態でハンドが溢れた場合、溢れました。ネクサスに1ダメージ与えます。で、イカサマダイスの効果で、敵のネクサスにダメージが入りました。カード1枚強奪します。でもハンドがいっぱいです。だからまた1枚溢れます。溢れた場合、また敵のネクサスに1ダメージ。1ダメージが入ったので、また1枚強奪します。って感じで、イカサマダイスとケミテックドレイクの効果がループして、相手のネクサス、てかデッキを全部引き切るんですよ。要は。で、20枚以上あれば、20点相手のネクサスに飛ぶわけで、ネクサスにタフがついてなければですけど。で、僕まだ観測できてないのが、相手のネクサス20点以上で、相手のデッキが20枚未満だった場合、ネクサスより先に相手のデッキが枯れた場合に、空になった相手のデッキを引いた自分が負けになるのか、デッキが空になってなお、誰であろうと引こうとされた相手が負けになるのかがちょっと正直よく分かってないんですけど、多分相手のデッキがなくなったんだから相手がライブラリアウトすると思うけどね。空になった相手のデッキを引こうとした自分が負けるとかは多分ないと思うんだけどね。まだ観測できません。多分相手が負けます。で、よく見るのが、水底の聖堂対応型ですね。どうやって手札を溢れさせるかっていうのに対して、水底の聖堂は実質次のラウンドは2枚ドローできるってことで、ドロー力が高くて、デッキからたくさん引くことで手札を溢れさせる目的を果たしやすいんですけども、そうなった場合にどうすればいけないかっていうと、ケミテックドレイクと水底の聖堂が場にある状態でイカサマダイスをプレイしてラウンドを回さなきゃいけないんですよ。で、次のラウンド開始時にハンドが溢れて、次のラウンド開始時にこのループが発動して勝つっていうコンボなんですけども、そうすると、手番というかラウンドを相手に回してもらわなくちゃいけなくて、水底の精度を破壊される可能性、もしくはケミテックドレイクヘルス6を削り切られる可能性なんかがありまして、ちょっとコンボの安定性低いよね。あと、水底の精度って、ラウンド終了時に強制的に手札を全てアップドラフトしてしまうので、こういう特定のカードのコンボを狙うデッキとは、実は相性があんまり良くなくて、もちろん、それをね、補ってあまりあるドロー力があるんで、一応狙えなくもない。じゃあ一旦全部返してイカサマダイスとケミテックドレイク引けるまでドローに回せばいいじゃんっていうのももちろんあるんですけども、自分はこういうコンボデッキを狙うときはやっぱり極力そういうディスシナジーな部分はなくしたいなって思ってまして、で、今回僕が使うのはね、前置きがだいぶ長くなりましたが、ケミテックドレイク OTK です。ケミテックドレイクを出したターンに、20点相手のネクサスに叩き込みます。具体的にどうするかというと、やることは簡単なんですけども、前のターンにイカサマダイスを使って、で次のラウンド、イカサマダイスのこの次のラウンド中のこの効果適用中にケミテックドレイクを出して、ドローソースを使って反動を溢れさせるってだけなんですけども、で、白羽の矢を立ったのは、スペルマナが3ですので、その時に使えるのがね、最速でいった場合、3マナ以下で2枚以上ドローできるカードですね。と考えた場合に、やはりニーラと、ビクラッシュから生成できる流撃ですね。まず1コストで、ファストタイミングとかで、ケミテックドレイクを除去する隙を相手に作らせたくないんで、ミニモーフとかターゴンテルストーンからの沈黙なんかはこのコンボの弱点なんですけども、ファストで相手に付け入れる隙を与えたくないので、ファストとかスローか。バースト以上ですね。バーストフォーカスで2枚以上ドローできるカードって考えると、2だから生成できる流撃か、条件を達成した終わりなき大波ですね。
で、このカード、武具を装備させている場合は2コストで2枚ドローできるんで、この終わりなき大波と流撃をハンドに構えつつ、手札が9枚の状態でケミテックドレイクをプレイすれば、8枚か。残り8枚、違うな。失礼。ハンドがいっぱいか。10枚の状態でケミテックドレイクをプレイして、残り9枚の状態で、終わりなき大波をプレイすれば、もしくは、流撃をプレイすれば、残りハンド8枚ですよね。で、ハンド8枚で、ケミテックドレイクの効果で1枚ドローして、スペルの効果で2枚ドローするんですけども、ハンドが8枚であれば3枚ドローすると1枚溢れて、ケミテックドレイクとイカサマダイスのループが始まるって感じですね。で、このデッキはそのコンボを達成させやすいようにするために、手札にリソースを生成する系のカードばかりで構築されてます。ポケットピッカー、コイン生成とか、ユニット生成、ユニット生成、スペル生成。で、流れ騎士は武具生成でもありますし、終わりなき大波の条件達成でもありますね。で、ビクラシとニーラはドロソ生成で、あとは拡張された時計人形とかは、エコーも含めて、エコーもタイムトリックを実質生成してくれますし、コンボパーツ集めですね。稲底の聖堂がある場合、アップドラフトしてしまうので、先見してカードを集める意味はないんですけども、エコーや拡張された時計人形で先見ドローを行った場合、そのコンボパーツを手札に温存しておくことができるので、そういう意味でコンボの達成率を高めることができます。で、さっきディスシナジーできるだけなくしたいって言っといてなんなんですけども、このデッキのディスシナジー上げるとすれば、ビクラッシュなどで埋めた流撃がありますが、埋めた状態で先見してしまうと、デッキのトップ6枚じゃなくなってしまうので、この流撃を埋めるタイミングと先見するタイミングは、ちょっとこのデッキを使う上で気をつけなきゃいけないところですかね。だから両方同時にタクが取れる場合は、先に先見してから流撃を埋めるといいかなって思います。でそんな感じで、ハンドリソースを使ってハンドの枚数をいっぱいにしながら、ケミテックドレイクを出したターンに3枚ドローして、イカサマダイス、前のターンにイカサマダイスを使ってケミテックドレイクを出して、ケミテックドレイクを出したターンに3枚ドローして、OTK を決める。そうね。前準備が必要な OTK ではありますけど、実質ね、ケミテックドレイク出したターンのね、出したラウンド中に20点入れてるんで、一応これは OTK って言っていいかと思います。を決めていこうと思います。対戦動画の方へどうぞ。タコ引いた。じゃあもうタコの冒険者で、一旦円盤ぶっ壊しに行きます。でも意外とこのデッキってさ、関係なく良いんだよな。なんか出た。しかもアタックトークン。いや、そうなー、こっち、2ターン目アタックトークンないし、8ターン目、8ラウンド目アタックトークンこっち持っていたいんですよね。壊せなくなった。壊せなくなりました。ちょっと、壊せなくなっちゃった。2個目あっかな。じゃあオバパ消した方がいい。レネクトンのオバパを消すか。一緒に踊ろう。先先見。ミテックドレイク引いた。オッケー。じゃああとでも流撃と武具を1枚どっかで持ってくりゃいいんか。アジール。シュリーマは蘇る。町にも命が戻りました。じゃあこっち出していいか。世が命ずる。それで全力？回復、こうしてこれで回復でもよくない？タコの冒険者出して、いや、ジョールフィッシュハンター出してアジル引っ掛けてもよかったな。失敗した。でも死にはしないし。エコー。
正直そんないらんのよな。うねる水違のように。う、先先見ドローして、オッケー。流れ石欲しかった。流れ石引いておいて、で、まあ、イルシブユニットで殴る必要はないんですけど、一応殴っときます。一緒に踊ろう。アジールだけブロックできるけど、しないか。さすがに。で、マナもったいないんで、おっと。あ、でもそんなか。マナもったいないんで、探検家のホットドリンクを出しておきます。よし。今日はすっごくいい気分。岩熊、声を聞かせてっと。ヒートされる。回復取っといてよかった。回復ってよかったのか？ハンド足りるか？おい。気軽に使ったな、今。気軽に使ったけどさ。捕まえちゃうぞ。目覚めよ。気軽に君今使ったけどさ。力を見せてごらん。2枚目の流撃引けりゃいけるか。流撃何枚か埋まってるから。ここでこうして、これはアタックして死んでほしいんで、まあブロックして死んでもいいわ。で、エコーだけ出しとくか。で、エコー出しで、んで、あれでも、タイムトリックしちゃうと流撃消える。あれゆっくり緩める。あれなんか、ちぐはぐだねやってことね。でもタイムトリックで引けばいいのか。タイムトリックで引けばハンド1枚増えるから。はい。こいつを見なよ。いいっすよ。おい、おい、なんで流れ石倒してくんないのお前。いや、オバパだからだ。オバパだからだ。やり直し。オバパだからだ。これも喜ぶ。ハンド足りる？アジール様の倒してくれる。ありがとう。敵だ。倒してくれる。でもこれオープンアタックで死なない？オープンアタックで死ぬね。ビクラシュ。で、流撃埋めて、で、これで流撃トップに2枚歌ってねえわ。ダメなんか。ダメなんだな。これで、最も強いでここ死ぬでしょ？で、ここなって、で、レベルアップする。でもそのレベルアップは大丈夫。で、10点食らって7、9、2はせんか。で、次、ハンドが6。こいつが死んで、7、8で、8ターン目。無理だな。入るわ、一旦。生け捕りすれば稼ぎは倍だ。足んなかったっす。しかもこっち死なねえし。あー、流撃トップか。狙ってもよかったな、ワンチャン。拒絶の儀式は大丈夫か。イカサマダイスが。あ、なくなったわ。最速、ワンチャンいけた説あんのがね、悔しいっすね。時は来た。で、レベルアップですね。この日、この光景を伝え広めよ。で、まあ、こうすることで、道具はいらねえ。ハンドがいっぱいになる。死んだら海に。そうね、OK ね。シュリーマの名の。で、これで、次のラウンド中のコンボが可能。寝ぼすけさん起きろ。これさ、相手のデッキの枚数がさ、10枚以下とかでさ、コンボ効かなかったらどうすんのこれって。どうなんだろうね。俺が負けるんかな。でも相手のデッキがなくなっ
でも俺が引こうとしてデッキがなくなるわけでしょ。ちょっとわかんないね。うん。じゃあ流撃します。で、もう一回流撃して、溢れるので引いて、バーンが A に入って、勝ちですね。対戦ありがとうございました。もういいよ。もう遊戯、ハガのライフはもうゼロよ。遊戯。あ、これ全部引くんだこれ。対戦ありがとうございました。こうなるんだこれ。入れ味じゃない。入れグエ。入れグエか。しかも先行か。2ターン目だと8ターン目のアタックトークンこっちがいいんだけどな。割と事故ってますね。ねえ、まあ引けたけどなんだよな。終わりの静寂あるかな。さて、埋めた。果たしてね、埋めた流撃を私は引いてから偏見をすることはできるでしょうか。じゃあ喜びに身を委ねて。イヤサムブロッカー作れたんでいいや。終わりの静寂歌える前に殴ります。お、自爆特攻してくれるんだったらそれはそれでありがたい。何か自爆特攻てか自爆ブロックか。はい。まあ一応これシンポニは最高の日和だ。でフィアサムブロッカーを1体生成しておきます。まあこれで終わりなきお波を準備完了。さあこのターンは無理か。新田の保険ができたか。エリア出てきたらデッキハンターでよくて、この場合こっちかな。まあ、グエンを引っ張ることもできるから取っておきたかったところはあるんですけど、まあ、フィアサムビートされると辛いから背に腹かな。稼ぎ時だよ。うん。今実質ハンド7枚でしょ。そろそろ次あたり流撃引きてえぞ俺は。もう諦めて次流撃引けなかったら先先見してからもうニーダで殴ってもう一回埋めますわ。運が悪かったと思って。これでどうだい。相手にならないね。これは話にならないか。トップで流撃引きたいよ。食われるよりマシだ。ハンド枚数が怖い。トップで流撃引けないイカサマダイスではある。じゃあ先先見します。ヘミテックドレイク引ける。流撃がどっか行ったんで、今流撃埋めればまるそれ。それ普通に困るな。流撃埋めさせてくれよ。オープンアタックで何点くらいのこれ。6点か。流撃埋まってないけど、これはあるでしょ。だから、勝てるか。こうして、
それが拒絶されなければ、イカサマダイスが拒絶されたら、負けですね。イカサマダイスが拒絶されなかったら、次のターンハンド10枚で、ケミテックドレイク、あ、対戦ありがとうございました。あ、オープンアタックか。あ、よかったよかった。オープンアタックだ。トークンなしアタックされたら負けでした。危ない。勝ちました。相手これ、わからん殺しすぎるな、これな。じゃあ、ケミテックドレイク出します。まあ、終わりなきわなみ。流撃がね、回らなかったけど。まあそう。俺が今、さっき2度出さなかったのはこれがあるから。1枚出してよかったんですけど、出して不屈の舞されたら済むんで、まあ罪はしないか。一応、ちょっとは残るけど、負けが結構厳しかったんで、出しませんでした。これで引いて、溢れるんで、引いて、溢れて、引いて、溢れて、引いて、溢れて、対戦ありがとうございました。タイマーが。バーサーカーソウルドロー俺のターン残虐入ってる。対戦ありがとうございました。